どうも、MM と申します。今回はこのオフモールで買ったジャンクの PSP3000 を直していきます。この PSP 症状がなかなかヘビーで、十字キーが全く効きません。上下左右どこを押しても反応なし。さらにはディスクを読み込むとキュル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 って結構大きい異音がするんですね。症状としてはやや重め。こいつを部品交換とメンテナンスで完全復活させていきます。ということで、最後までぜひ見ていってください。ちなみに金額は本体代が6600円と送料が1100円で、合計7700円ですね。ということで、まずは動作確認からしていきます。このように十字キーが全く効かないというところで、ディスクをこの後読み込んでみます。このキュルキュル音がね、激しい。で、この通り十字キーも効きませんと。下のスティックは効くんですね。で、モンハンのデータが入ってたんで、やってみたんですけど、遊ぶことはできましたね。ということで、分解からやっていきます。でちなみに、修理技術どうなんだいってとこなんですけど、ゲームの修理はやったことないです。はい。ただ昔ね、家電製品の修理なんかをやってたことがあったので、ドライバー使ったりとかね、その辺は、多少慣れてるかなという感じですね。はい。で、結構この精密ドライバーが必要になったんで、この辺は Amazon で購入しました。で、購入してから気づいたんですけど、なんかね、何百本入りみたいなドライバーの先がね、買ったんですけど、実際その辺まで必要なかったなというところで、なんか使うのはいくつかもう限られてるみたいですね。なので、そんなに買わなくても大丈夫だったという話ですね。で、側面のネジと、この裏蓋の中にネジがありまして、その辺をこう取っていきます。はい。で、側面のネジはね、今開けてるところ、こう種類がちょっとこうあって、PSP3000 は初期、中期、後期で、ここに使われているネジが違うんですね。私のは初期だったので、ちょっと形の形状の違うネジでしたね。で続いてピックで開けていきます。爪がこうついてるんですけど、割れないように、左右から開けていくっていう感じですね。で、まずこのボタンの十字キーのね、押す部分にこうプレートっていうか入ってるんですけど、ここが汚れて十字キーが効かない場合があるということだったんで、ここをね、念入りに、もうめちゃくちゃ念入りに拭いていきました。はい。うわーっとね、この拭いていって、結構手垢っていうかね、なんだろうね、ゴムの跡みたいなのがついてたんで、その辺こう、綺麗に拭きまして、で、一回テストしてみます、これで。カバー開けたままでもテストできるらしいので、で、ボタンなくてもね、指で効くらしいです。ですが、効きませんね。で、この通り、もう右の丸×ボタンは効くんで、十字キー部分は効きませんと。ということで、部品交換をやっていきます。Amazon でこの部品購入しました。500円ぐらいでしたね。代替部品になるんですけど、500円とかで購入できるのはいいですね。で、いくつか部品が入ってたんですが、この下のボタンの部分ですね。これは使わないから置いといて、で、残り十字キーのところと丸×ボタンのところと両方入ってたんですけど、使わないやつはまた次回使っていきたいと思います。で、この十字キーのハーネスの部分を交換していくんですが、なんかね、テープでね、くっついてたんですよ。プラスチックにね。で、途中で折れ曲がって裏にこう伸びていくような形だったので、これをね、綺麗に剥がしていきました。結構細かい作業なんで、注意しながら、このプラスチックの方がね、ケーブルはもう交換するんでいいんですけど、プラスチックは折れちゃうと、取り返しつかないので、慎重に。まずこの折れ曲がった部分を取っていきまして、あとテープでね、こうやってくっついてるんですよ。ほら。で、ここをこのドライバーでね、ほじほじとこじりながら、
撮ってますね。はい。で、なんでね、この PSP をね、修理しようかなと思ったんですけど、紆余曲折あるんですけど、ゲームはもともと好きでね、この40手前になって、またゲームっていうものにはまり出したんですけど、いろいろ見ていくうちに、レトロゲームがまた流行ってるなっていうのに気づいてですね、YouTube でもレトロゲームチャンネルって結構ありますよね。この修理をしてる系のチャンネルもあれば、もう本当にレトロゲームを集めて紹介していくようなチャンネルもあって、でそういうのを見て、やってみたいなと思ったんですよね。もともと修理はしたことあったし、ゲーム好きだっていうのもあってね。で、いろいろ調べていくうちに PSP っていうのが、なんかやりやすそうというか、目についたので、まずちょっとそこからやってみようと思って、買ってみたんですね。で、結構今もう値段がね、高いのね。めちゃくちゃ高い。これだって2000何年 ?2000 年ぐらいの商品 ?2004 年か。PSP 初めて出たのって。で、20年以上経つ中で、これだけなんで値段が上がってんだろうと思って。で、いろいろ調べてるんですけど、レトロゲーム人気っていうのもあるし、なんか海外の方ですごい需要が上がってるみたいですね。で、そういうのもあって、国内の PSP の価格がね、上がってると。で、その他ゲームボーイとかさ、ファミコンとかも見てたんですけど、軒並み高いんですよね。だって旧世代っていうか初代のゲームボーイがもう5000とかで売られてますからね。しかもジャンクで。めっちゃ高いですよね。なんかああいうのも数限られてるし、動くやつっていうのはもうね、市場に出てるのはどんどん減っていくわけですから、なんかどんどん値段も高くなっていくっていうのはありますよね。なんで今のうちにちょっといろいろ買って確保してね、なんか修理とかやっていきたいなというふうに思ってます。はい。で、こんな感じで折り曲げて、ペタッと貼ってですね、こんな感じかな。はい。いいですね。で、上部の L ボタンかな。L ボタンの部分も、シールつながってるんで、ここは切らないように一部、シールの裏側を残して、とりあえず貼っていきました。はい。で、液晶はね、ちょっと外したくなかったので、あんな感じでクッションというかティッシュを置いてね、浮かした状態ではめていきましたね。はい。で、一部だけネジがついてたので、ここにグリグリっとはめて、固定しますと。はい。いうところですね。で、これで、ペロッとこのボタン部分、上の L ボタンのシールを剥がして貼っていきました。で、ついでにね、ボタンの方もしっかりと掃除していきますね。ここ結構ね、クリアなパーツなんで、手垢が取れるだけでもすごく綺麗に見えるんですね。はい。こうした感じも OK というところで、パーツをはめてネジ止めしていきますね。さあ、動くんですかね。すいません。これ、後取りナレーションなんですけど、修理しながらね、本当は喋ろうと思ったんですけど、そっちの方が楽なんでね。なんか集中して修理しながらさ、喋るって結構難しいんですよね。慣れてきたらちょっと喋りながら撮りたいと思ってますが、今自分で編集した画面見ながら喋ってますんで、結果は分かってるんですけど、はい。そんな感じですね。で、残りのパーツをがっつりとはめていっていいですね。で、ここで一回チェックをちょっとしてみましょう。さあ、果たして入るのか。入りはするね。さあ、ボタンが効くかな。効きました。めちゃくちゃ喜んで押してますね。はい。ということで、十字キーは OK と。で、残るはディスクの読み込みの音ですよね。一旦ね、掃除してみようというところで、綿棒で念入りに念入りに念入りに掃除していきます。ここで一回テストをしていきます。さあ、どうだ。ダメですね、これは。
はい。ということで、掃除じゃダメだったんで、一度グリスを塗ってみようかなと思います。このタミヤ製のグリスがいいってことで、一旦ね、このドライブのあたりにね、グリグリっと塗ってみようかなと思います。シャフトと奥のなんかね、車輪みたいなところに塗るといいってことだったので、べったり塗っていって、一度テストをしてみましょう。やっぱダメですね、これ。結局ね、それから何度か試したんですけど、結局復活しなくて、もう諦めて次の日ですね。もうちょっとこのまま、使う分には問題ないからいいかなと思って、もう掃除して終わりにしようかなというところで、はい、この通りですね。せっかく開けたんでいろいろ掃除してきれいに使っていこうかなという感じで拭いてきました。画面もね、こうやってブロワーでゴミを飛ばすんですけど、結構このゴミが取れなくて、汚れ取るのがめちゃくちゃ難しかったんで、ここはちょっと今後注意ですね。手で触ったりするともう全然取れなかったんで、あと白いホコリとかもね、全然取れなかったんで、結構注意が必要ですね。で、元通りドライバーでこう締めていく感じになります。今回修理自体はそんなに難しくなかったんですけど、結果的には。ドライブの音が治らなかったんで、そこが気になったところではあったんですけど、全部ちょっとバラしてやるっていうのはね、なかなか難しかったんで、もう結局諦めたっていう感じで、一応これ元に戻して最後のテストですね。一応電源はついたんで、あと読み込みが問題なければ、あらら。音が静かになってますね、これ。そう。なんか知らんけど、次の日になったら、復活してたんですよ。音が。読み込み音も全然、静かになってて、なんか一日置いていたんで、グリスが馴染んだのかもしれないですね。はい。ということでいかがだったでしょうか。今回は十字キーの部品交換とドライブの掃除、グリスの塗り直し、一応復活はしましたね。今度は難しい修理なんかにもチャレンジしていきたいと思いますので、もしこの動画が面白かったということであればチャンネル登録、コメント、グッドボタンなどを押して応援してくれると嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。